テクノロジー犯罪の実態につきまして説明をさせていただきます。テクノロジー犯罪もさまざまな被害対応がございます。1400名のアンケート集計結果に基づいてこれから説明をさせていただきます。表にしますと、このような形で被害内容とそれを受けている被害者数が一目となっております。このテクノロジー犯罪被害につきましても、その主たるものから説明をさせていただきまして、まずそのテクノロジー犯罪被害の全体像というものを把握していただきたいと思います。まず音声映像被害であります。周囲に誰もいないのに頭の中で音声が聞こえたり、電気製品から音声が聞こえる、また空間で聞こえるというケースもあります。あるいは周囲に音源が見当たらないにもかかわらず、頭の中で音がする、ドラムを叩く音、ピアノを弾く音、ガラスを割る音、工事中のようなガガガガという音、キー音、シー音、様々であります。そのような音が頭の中で聞こえてくるわけであります。一方、映像送信被害につきましても、周囲にその映像の元がないにもかかわらず、頭の中に映像が送り込まれてくるという被害であります。このような音声送信、映像送信被害でありますけれども、声被害につきましては約 60% の方、音被害は 65% の方が受けられている典型的なテクノロジー犯罪被害であります。映像送信被害は 32% と約半数でありますけれども、同じ通信の最先端技術が悪用されていると考えられますので、一緒に説明をさせていただくわけであります。この音声送信被害、声はどこで聞こえますかという質問に対しまして、頭の中やその付近からと答えられた方が834名中633名、空間で聞こえる家電製品、自動車が発する音から聞こえるというケース、日常生活の音を通して聞こえると、これは例えばクーラーを使っておりますと、そのクーラーの風に乗って聞こえてきたり、ある方の場合は新聞をめくっていると、その新聞をめくる音に乗って聞こえてきたり、するという証言をいただいております。部屋の壁から聞こえてくるというケースもあるということであります。そして、その音声送信被害の圧倒的多数の方が一日中音声が聞こえると、その聞こえてくる声は誹謗中傷、命令脅迫、自己の個人情報、あるいは知人、第三者に関する情報などが繰り返し送られてくるということであります。そして聞こえてくる声は複数の声が聞こえてくるという方が圧倒的に多いわけであります。さらにはその声の主と会話ができるとおっしゃる方が500名もいらっしゃる。そしてその会話の主、声の主との回答はすぐに来るという方がまた583名という形になっているわけであります。これは多少数字が矛盾しているようでありますけれども、アンケートを集計そのまま記載しております。ですから会話は成立するからというのを答えられずに、相手の話はすぐ返ってくると答えられた方がたまたま多かったという形だと思います。そして誤解が伝わっている。そして多くの方がその被害を逃れる場所をいろいろ見つけるわけでありますけれども、外国へ行っても聞こえるというような回答が来ているわけであります。そのような音声送信被害、24時間365日、そして会話もできるというようなレベルに達しているわけで、
そこまで必要に繰り返し聞こえるようなものが単なる幻聴という言葉で済まされない内容であるということが被害者の立場としては明確になるわけであります。しかし一般的には音が聞こえる、映像が見えると申しますと、統合失調症という形で幻聴幻覚と捉えられて、それが激しくなりますと統合失調症という病名がつけられて治療を受ける、そういうシステムが今定着しているわけであります。しかし、これ先ほどお話説明をいたしましたように、その人間と会話ができるとか、あるいはこれから説明いたしますけれども、自分の行っていることに注釈を加えてくるとか、考えたレベルに対して声が反応してくるということになりますと、もう単なる幻聴で済まされないレベルであると。私ども被害者の場合はもう音声送信技術、映像送信技術が、存在をしていて、直接頭の中に送り込まれてきて、どこに行ってもつきまとってくるという捉え方をせざるを得なくなっているわけであります。一体そういう技術があるのかということを私どもは説明をしていかなきゃならない立場にあるわけであります。次に三欲操作であります。人間の三欲、睡眠欲、食欲、性欲が遠隔から何者かによってコントロールされてしまう人間の最も大事な三欲でありますから、それが遠隔から何者かにコントロールされるとんでもない話であります。しかしそれが現実と被害者は捉えているわけであります。睡眠欲操作の場合にはアンケート調査の結果、2番目に多いのが睡眠妨害であります。68% のもの方が訴えられているわけであります。また全く眠れない不眠を訴える方が 41% いらっしゃる。その中には覚醒させるテクノロジーが働いていると捉えられている方も非常に多い数いらっしゃるわけであります。一方その逆に眠くてしょうがないと、仕事中も勉強中も運転中もその睡魔に襲われるという被害を受けられている方が 39% いらっしゃるわけで、今これを病気と見るナルコレプシーという病気が1000名に1名いらっしゃるということでありますから、日本全国で12万人ほどいらっしゃるということであります。その中にはこの睡眠欲操作によりまして、睡魔に襲われて、仕方がないという方が、かなり含まれている可能性があると考えられるわけであります。食欲操作につきましては、過食も粗食も自由自在に遠隔からコントロールできると考えられます。しかもある特定個人だけではなく大衆に対しても行えると考えられますので、過食を大衆に行いますと肥満体質の蔓延化という形で社会問題に発展させることもできると考えられます。その逆を行えば今度成長阻害の社会問題化というものも演出できるレベルにあると考えております。性欲操作は後ほど説明いたしますバリー・トロワさんは 6.6Hz が男性に激しい性的衝動を引き起こすということを証言されております。その逆も可能と考えられ、人口抑制などに利用されている可能性も考えざるを得ないものがあるわけであります。そのような三欲を遠隔からコントロールする技術が存在すると私どもは捉えざるを得ないものがありまして、それがまた絶えずそのターゲットをつきまとってくるストーキング技術と一体となって行われていると考えているわけであります。さらに生理機能が遠隔からコントロールされてしまうという被害であります。失禁症状、大変恥ずかしい被害でありますけれども、かなり多くの方がこの症状を受けられているわけであります。外出してその失禁の演出などされますと、これはもう外に出るのは大変怖くなってしまうわけであります。ガスの発生、先ほどの証言の中にもありました。それも自由自在に発生できると思います。体臭や口臭、そういうものももう自由自在に発生させて、そしてつきまとってくる。汗を出すことも引っ込めることも自由自在と考えられます。こういった生理機能の操作が絶えずつきまとってくるストーキングテクノロジーと一体となって行われているわけであります。
便や尿意なども自由自在に演出できて、そしてつきまとってくる。私が若い頃経験したのは微弱な便意のストーキングであります。24時間365日、便意を感じ続けるというのも大変つらいものであります。また肛門の視界状態のつきまといというのも大変つらいものがあるわけであります。そのような大変恥ずかしい演出が可能なのがこの生理機能の操作であります。そしてこの場合にはもう絶えずつきまとってまいりますから、例えば失禁症状が絶えずつきまとってくる、あるいは体臭が操作が絶えずつきまとってくる、そういうことになりますと、それがもう生来の体質なんだとご本人も思ってしまうし、周囲の人間もそう思ってしまう。そこまで徹底的につきまとってくる、それが可能な技術であります。そしてこれはもう40年を超える歴史があると考えられておりますので、相当数の被害者がいらっしゃると思います。ですから長期にわたりまして個人の体質の人為的演出がなされてきていると、それを個人の体質を決定づけている人間が必ず存在すると考えております。当然その決定づけられたものを実行する、そういう働くコントローラーが働く部署も存在しなければできないことであります。そういう生理機能の操作技術が存在し、もう自分の体が自分のものでない時代にもう40年以上前からなっているように考えるわけであります。そのような生理操作、次に身体運動機能が遠隔から操作される、被害であります。自分の体運動機能が何者かによって遠隔から操作されてしまう、これも許し難いことであります。しかし意識に反して手足首皮膚が動かされてしまう 38% もの方が訴えられているわけであります。しかもこれが定期的に動かされる方は大変深刻であります。周囲からそれが見えるというのが困るわけであります。ご本人は一生懸命それを抑えようとする努力をするわけであります。ところがその努力を振り払って手足首皮膚が動かされてしまうという被害に発展をしているわけであります。ですからこの場合はまさに操り人形と同じような状況であります。自分の意識を超えて手足首皮膚が動かされてしまう状況になってしまうわけであります。ある方は、両ほっぺがぷくっと膨れてきて笑わされてしまうと、これが定期的に繰り返される、被害を見て取ることができる、被害者が定例会にいらっしゃいました。ご本人は一生懸命それを抑えている、その姿もよくわかるわけでありますけれども、それが抑えられないわけであります。こういうことが自分の意識を超えて動かされてしまいますと、これ社会生活を営むのが大変難しい状況に追い込まれてしまうわけであります。このようなものがつきまとってくるわけであります。排泄に関わる筋肉ももう実に見事にコントロールしてまいります。拭い取る必要がないように上手に排泄させることもできますし、もういくら拭ってもきれいにならないような排泄のさせ方もできる。もう実に見事ですから、そこまで微妙に筋肉がコントロールできるということがもうすごい技術だと思わざるを得ないものがあるわけであります。筋肉を硬くさせたり、体全体を硬くさせたり、こぶら返りなども自由自在と考えられます。さらにそれに加わって重圧感、それをひどくすると金縛り状態もテクノロジーで自由自在に演出できると考えます。私が経験したのは寝込みをこの金縛りに襲われるということを数回経験をしております。どうやってその寝込みを襲うのか、不思議でならなかったわけでありますけれども、この調査をしてまいりますと、自分の脳波が盗まれているということが分かりまして、その寝込んだ脳波を捉えてこの金縛り攻撃を仕掛けてきているんだということが分かってきたわけであります。そのような金縛り攻撃、さらには運動機能も向上させることも
低下させることも自由自在のレベルにあると考えられます。これはスポーツ選手に使われたら、本人の力以上のものが発揮できるか、逆に本人の力を全く発揮できなくさせられるか、もう天地の違いが生じてくると思われます。今日薬のドーピング問題が取り沙汰されておりますけれども、それほど遠からずこのテクノロジーによるコントロール問題が、クローズアップされると、そのように認識をしております。そして、こういった技術を最も求めているのが国際的賭博組織ではないかなと想像しているわけであります。この賭博組織はゲームを左右して儲けようとするわけで、それには、脅したり金を払って、そして、賭博、八百長試合をさせるよりは遠隔から見えない方法で片方のチームだけを活発化して片方のチームをそれを減退させれば、勝ちにつなげることができるわけであります。そんなコントロールもすでに行われているのではないかなと想像せざるを得ないものがあるわけであります。そのように、身体運動機能は、人間を操り人形のように操ることができるレベルにすでに存在をして、多くの被害者に対して悪用されていると今認識をせざるを得ないものがあるわけであります。そしてそれも絶えずつきまとってくるわけであります。次に五感が遠隔からコントロールされてしまうという被害であります。視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚、これらが機能が全くなくされてしまうというケースもありますし、音声映像送信のようにないものを味わったり、ないものをない匂いを嗅いでしまったり、ないものを感じてしまう、そういう演出が可能であります。この異臭攻撃を遭われている方は、隣から異臭が吹き込まれると真剣に考えられて、目張りなどさまざま工夫をされるわけでありますけれども、それでも抑えられないと訴える方が複数いらっしゃるわけであります。そのような異臭攻撃、あるいはスプレー臭がするからと、それから逃れようとバイクで逃げたわけでありますけれども、その匂いがつきまとってきたと、振り払うことができなかったという証言もいただいております。そして触覚につきましては、性的虐待が可能と考えられます。陰部を触る感覚、陰部に挿入される感覚、肛門に挿入される感覚、これだけの数の方がこの被害を訴えているわけであります。大変恥ずかしくて人に言えない被害で、これだけの数の方が訴えられているわけでありますから、これある程度公になりましたらすごい数になると思います。そして歴史も相当長いものがあると考えられるわけで、先ほどの被害者証言の中にもありましたので、それに、変えることにいたします。まさに性的虐待が可能であると捉えることができるわけであります。そのような五感機能操作技術も存在すると考えております。次に感情操作であります。競技のマインドコントロール、アメリカでもマインドコントロールという言葉が使われておりますけれども、極めて広い意味で使われております。テクノロジー犯罪全般に使われている面があります。ここでは感情のみ指しておりますので、競技のマインドコントロールとお考えいただきたいと思います。恐怖心、不安感の増幅、1400名中 50% ですから、700名もの方が経験をされている被害であります。第1部でお話ししました嫌がらせ犯罪と一緒に、この恐怖心、不安感の増幅、この攻撃が来ることもあったりするわけで、その恐怖感は倍化させられてしまうわけであります。精神を侵される不安も、精神を侵しそうになるようないろんな演出がなされてくる。カール・クラークさんが行ったようなストリートシアターと言われる、そういったことも行ってきたりする。それと精神を侵される不安、このマインドコントロールが来ますと、もうグラグラっとさせられてしまう面があるわけであります。そして極度の疲労感の演出もあります。
大変激しい労働条件の中で働いていて、さらに疲労感の増幅、これが行われるわけでありますから、これはもうたまりません。もうこれによる過労死に至った方も相当数いらっしゃるんではないかなと考えているわけであります。また大人だけではなくて、子どもも今慢性疲労に悩まれている子がいらっしゃるという報道もなされているわけであります。睡眠習慣の改善などによって対策が練られていることでようでありますけれども、その睡眠もコントロールできるわけですから、睡眠コントロールと慢性疲労の両方で行っていることも想起せざるを得なくなるわけであります。そして神経質化 37%、 また赤面なども自由自在に演出できると考えられます。そしてこのような神経質化などはもう40年を超える歴史があると考えられます。私ももう高校時代からこれは散々経験してきたことでありますので、当時はこんな被害とは全く思わず自分の問題と捉えておりましたけれども、今思えばもうその当時からこれは存在していた被害であると考えております。そして無気力、この無気力もこの被害と合わせて行われたりしますので、もう例えばこういう嫌がらせ犯罪のなどを受けて本当はそれに対して立ち上がらなければならないんですけれども、逆に無気力コントロールをされて何にもできなくなってしまうということも考えられるわけであります。そして次の憎しみの増幅 35%、 舌の抑えられない衝動 21% という方が被害を訴えられておりますけれども、さまざまな被害、嫌がらせ犯罪極度に高まって、さらにその相手方を特定できて、そこにこの憎しみの増幅や抑えられない衝動コントロールがきますと、大変危険な存在にさせられてしまいますので、被害者の皆様はよくよくそういうマインドコントロールがあるということを認識して自制をお願いをしたいと思うわけであります。ある方の場合はコンビニに買いに行ったところ、やたら暴れたくなる衝動電波が来て、もう自分を抑えるのが大変だったと証言をされております。そういうこともありますので、よくよくお気をつけいただきたいと思います。次に猜疑心の高揚であります。この猜疑心の高揚、嫌がらせ犯罪と一体となって行ってきたりしますので、この猜疑心の高揚がきつくなりますと、あの人もおかしい、この人もおかしい、みんなおかしいという捉え方をせざるを得なくなってしまうわけであります。この猜疑心の高揚もボリュームの上げ下げができると考えられます。これを強くされたらもう本当に何もかも疑心暗鬼にさせられてしまうマインドコントロール技術であります。そのような技術が、会員の皆様にも及んでいるわけで、会を運営する上で大変な妨げになることも事実であります。そして明るい気分、暗い気分ももう自由自在にコントロールできると考えられます。朝起きて暗い気分にさせられて、午後からそれが解かれて普通の気分になるなんてことはもう自由自在に行える時代だと考えております。喜怒哀楽、例外感も生じさせることができると考えております。そのような感情操作が絶えずこれもストーキングしてくるという技術に発展をして今ある。またそのボリュームも自由自在に上げ下げできると考えられるわけであります。そのような感情が遠隔からコントロールされる。さらには身体が、遠隔から痛みを感じる攻撃を受けるという被害であります。頭の締め付け、これは孫悟空の輪のような形でぎゅっと締め付けられる痛みで、この場合もつきまといますから、どこに行ってもその頭の締め付けで苦しめられる。この一番右の体の振動、陰部に対する振動を訴える方もたくさんいらっしゃるわけで、それが絶えずつきまとってくるという形になるわけであります。その他心臓、内臓をまさにピンポイントで狙いを定めて痛みを与えてくる攻撃、これなどは単発的、電気が体を走った感覚、これも単発的であります。あと体をチック感、ピチピチ感、
針で刺されたような感覚、陰部を打たれた感覚、体を突き抜ける痛み、空気の弾による攻撃、様々あるわけでありますけれども、この空気の弾による攻撃も大小自由自在にコントロールできるようであります。サッカーボールのような大きな球を証言された方もいらっしゃいますし、ピンポン玉のような球での攻撃を、証言された方もいらっしゃいます。そのスピードもまちまちであります。目の裏が焼かれる感覚の場合はもう2時間ぐらい転げまくるということを被害者の方はおっしゃっておりました。それだけ痛みを感じるものであります。またバーチャル拷問官、誰かを拷問したそのノウハウを記録させて、そして被害者に送信することによって同じような拷問感を感じさせる、そういう攻撃があるように思われるものがあるわけであります。頬を針金で、貫かれた感覚挿入とか、神経を編まれたような感覚挿入の攻撃を受けられている方がいらっしゃるわけであります。まさに身体攻撃、拷問中の拷問、このテクノロジー犯罪自体が大変な拷問でありますけれども、さらにその拷問中の拷問と言えるのがこの身体、痛みを感じる身体攻撃であります。そして次が疑似疾病であります。病気でないにもかかわらず病気の症状を誘発されてしまう、また病気にさせられてしまうと、本当の病気を誘発させられてしまうというような被害であります。風邪でもないにもかかわらず風邪症状に悩まされると、通常でしたら1週間もあれば普通の風邪は治るものをもう1月経ってもその状況が回復しないと、おかしいと、そういうケースもありますし、血圧がやたらと上昇させられる攻撃を受けられている方もいらっしゃいます。もう計測できる最高のレベルなまでもうしばしば持ってかれてしまう方がいらっしゃるわけであります。不自然な乗り物酔い、あるいは嘔吐なども多くの方が訴えているわけであります。切り傷、やけどなどにつきましては、被害者からこのような写真をいただいております。寝ている間に、そんなそれが原因するような現象はなかったにもかかわらず、ひっかき傷とか、こういった失神が発生をしているというような被害であります。このような被害の写真がいただいているわけでありますけれども、ある方の場合は、定例会の後2次会に行きまして、大変今被害が感じているということで T シャツをまくってお腹を見せてくれましたら、点々と湿疹ができていたわけであります。それが2時間ほど経ちまして、宴会が終わりの頃にですね、多少こう軽くなったということで、また T シャツをめくって見せてくれたわけでありますけれども、そうするとその湿疹が全く引けてるわけであります。ですからもう出すのも引っ込めるのも自由自在ぐらいにやってくるのがこの疑似疾病という形の被害であります。めまいや健忘症なども誘発できると考えられます。そして、その他のことにバリー・トゥラーさん証言とかカール・クラクション証言は後ほどまた触れることにいたします。そのような疑似疾病の報告があるわけであります。次に思考操作、人間の思考にまで操作し介入し操作できるというのはもう大変な技術に発展していると考えられるわけであります。特に音声送信被害の方で双方向通信を受けられている方が先ほど500名と申しました。その500名の中で考えたことに声が返ってくるという訴えをされる方が大変の数いらっしゃるわけであります。考えたことに対して音声が返ってくるわけですから、そういう経験をしばしば繰り返しますと、自分の考えがその声の主に読まれている、思考投資をされているという表現をされるようになるわけであります。そのような方がなんと969名で 69%、 テクノロジー犯罪被害の中の第1番に位置するのがこの考えが読まれているという被害であります。これはもう驚くべき数字であります。そのように音声の場合はある程度声として認識できるわけでありますけれども、音もせず映像も見えず
イメージの挿入という攻撃もあるわけであります。これはよほどこの被害を経験している方でもイメージの挿入被害というのは認識できない面があるわけであります。ましてや被害を知らない人、しかも大衆に対してこれを行うことができると考えられますので、大衆コントロールが可能であるのがこのイメージの挿入という攻撃であろうと考えられるわけであります。また自分の思考を全くできないように閉ざされてしまうとか、自分の意識をなくさせられてしまうと、こういう被害で、被害を心配されている方もいらっしゃるわけであります。何が怖いかというと、やはり自分の意識をなくされてあらぬことをしでかしてしまうことを怖がるわけであります。そのようにこの自意識を失わされるというのは非常にこれを受けている方は深刻であります。さらには意識に入り込んで潜伏するということも可能と考えられます。ある特定個人の意識の中に長期入り込んで、その人間をあらぬ方向に作り上げていくということも可能と思います。最近発生している信じがたい凶悪事件、そのようなケースの場合も、その加害者、容疑者に長期その脳に入り込んで、その人間を作り上げていることも想像しなければならないと考えられるものがあるわけであります。このような人間の思考に介入する技術も相当歴史があると考えられます。皆様は皆様に信じていただけるか分かりませんけれども、私は高校時代に思えばもう介入されていたように思います。ですからもう40年以上前にそこまでできていたと思わざるを得ないものがあるわけであります。当時、神経質化とともに人前で全く話ができなくなる状況にさせられたわけでありますけれども、一方で脳の中では人前でベラベラ喋っているイメージが絶えずあったわけであります。当時はこんなテクノロジーなどを知りませんでしたので、これは自分が考えているものだという発想でいたわけでありますけれども、よくよくこの被害を経験して、そしてこの会を発足させて、いろいろ皆様の被害などもお聞きして、ようやく自分のあの時のあれは自然ではなかったんだと思えるようになったわけであります。ですから歴史もすごい長いですし、ある程度被害を経験しただけではわからないようなことが多々出てくるわけで、皆様に教えられることも本当に多いわけであります。そういう面でもう会を発足させたというのは非常に重要な意味があると思っております。そのように今技術は人間の思考にまで介入できるレベルになっていると考えられます。そしてこの技術によって当然殺人を演出することもできるわけであります。自殺に追い込むことも、病気を誘発させて殺すことも、事故を演出して殺すことも、また事件を演出して殺すこともできると考えられます。確認被害者1642名いらっしゃいますけれども、21名がすでにお亡くなりになって、約半数が自殺をされております。がん2名、くも膜下出血1名、脳梗塞1名、心臓発作1名という形であります。そして毎年6000名以上がうつ要因で自殺をされ、統合失調症要因で1200名以上が自殺をされている。その中にはこのテクノロジー犯罪被害者が相当数含まれていておかしくはないわけであります。それが明らかになりますと、大量殺人が行われているということになるわけであります。以上が人間に対する攻撃でありまして、その他がありますけれども、これは残して先に進めることにいたします。このテクノロジー犯罪被害者の皆様は、このような被害を、そのどれかを24時間365日受け続けている、まさにいながらにして拷問状態に置かれている方々であります。ただそんなことが一般には知らされておりませんし、経験して初めてわかるわけでありますけれども、経験したとしても相当攻撃されないと、自覚できないというのも現実であります。
私自身今40年を超える被害者であることを認識しておりますけれども、最初の四半世紀は全くそんなものを認識できなかった、自分の問題だと思っていたわけであります。ですからよっぽど攻撃されてはっきりと確信できるというのが現実であります。ですから最初はもう理解不能というのが現実だと思います。そしてこの攻撃を受けますと、もう何もできなくなってしまって動けない状況に置かれてしまうということもしばしば発生するわけであります。そして引きこもりになってもういながらにして拷問を受け続けるという状況に置かれている方も相当数いらっしゃって、このような場にもとても出てこられない被害者が相当数いらっしゃると考えているわけであります。また音声送信などによりまして、あっち行けこっち行けという指示にそのまま従って動かされてしまう、挙動不審に陥ってしまう方もいらっしゃるわけであります。被害者ご本人は自分は正常なんだと一生懸命訴えるわけでありますけれども、その訴える姿がまた一般の皆様から見ますと異常に見えたりするわけであります。周囲の方も知らされていないことでありますし、経験もしていないことを理解できるわけはない、全く見えない方法で遠隔から行われるわけではありますから、理解不能であります。そのように一方では拷問状態にありながら全く周囲の理解が得られない、その二重の苦しみを味わうのがこのテクノロジー犯罪被害者であります。その結果として家庭内不和、そして家庭が崩壊してしまうこともありますし、もうやむなく身の置き場がなくなって自殺されてしまう方もいらっしゃるわけであります。近隣トラブルあるいは事件に発展してしまうことも心配しなければならないわけであります。そのような状況に置かれるのがこのテクノロジー犯罪被害者の状況であります。その中で音声送信被害につきまして被害者がどのように反応するのかちょっと見てみようと思います。その中でまず第一に声の言う通りに動かされてしまうというケースが多々被害報告として聞かれるわけであります。この中で一番困るのは自傷互いであります。手首を切れ手首を切れ、飛び降りろ飛び降りろ、自殺しろ自殺しろ、そういう声が繰り返し頭の中に送り込まれてくるケースもあるわけで、その通り自殺行為を自殺未遂をされてしまった方もいらっしゃるわけであります。この互いについても大変心配されるわけで、2年前地下鉄東陽町付近で発生いたしました傷害事件、加害者はお腹の中から人を刺してみろよという声が聞こえて犯行に及んだと証言しているわけであります。この声の聞こえ方も頭の中だけではなく体の各所から聞こえてくるという訴えがあります。お腹の中から聞こえてくるという訴えもあるわけであります。この容疑者の場合はまさにお腹の中から聞こえるタイプの被害を受けていたと考えられます。そのような犯罪に発展してしまう恐れもあるわけであります。当 NPO に10年ほど前に、NPO の前の段階でありますけれども参加されていた方、その方で音声送信がひどい方がいらっしゃいましたけれども、お母さんをナタで、を使って殺してしまったという大事件に発展してしまったケースもあるわけであります。ですからこの音声送信被害の場合は自傷にしましても互いにしましてもこれはよくよくご注意いただきたいと思うわけであります。特に音声だけではなく先ほどの衝動電波、そういうものが合わせてくることをよくよくご認識いただきたいと思います。自制がとにかく大事であります。またご周囲の方々のご理解も非常に大事だと思うわけであります。次に声の主が特定できる場合にその人に会いに行くという行動をされる方もいらっしゃるわけであります。聞こえてくる声の中で相手方を特定できるケースがあるわけであります。最近困ってますのは、私の声が始終聞こえるという訴えが複数出てきております。または別の会員の声が聞こえるという訴えを必要にされている方もいらっしゃるわけであります。私どもがそんなことをしているわけはないわけで、会いに来ていただければ、私がそんなことをしてないにもかかわらず
頭の中で私の声が聞こえればやってないということをお分かりいただけるとは思うんですけれども、なかなかこれが理解されないわけであります。結局会を退会されてしまうというケースになってしまうわけでありますけれども、そのようなことも大変この会を分裂させるという意味で犯罪主体が使っている可能性もあるわけであります。3番目が隣のおばさんの声が聞こえるようになって、そしてその方のうちの前を通り過ぎますと、助けを求める声が聞こえたということで、ガラス窓を破って、救助に向かったら、警察を呼ばれてしまったというケースであります。大変正義感が強い方でありますけれども、そのような形でなってしまうケースもあるわけであります。4番目は、声で事前に告知してきた後に痛みが走るというケースであります。あそこに痛みを与えるという事前告知をして、そしてその場所に痛みが走ってくるというわけでありますから、これが繰り返されたらもう本当に恐怖に陥れられてしまうわけであります。もうそんな声はもう二度と聞きたくないと思ってしまうのがこの予告、そして痛み攻撃の合体であります。そういう攻撃を受けられている方もいらっしゃるわけであります。そして声から逃れようと遠方に移動したり外国に行くのは、先ほどの表にもありました通り、多くの方が、行うわけでありますけれども、トンネルの中に入っても、鍾乳洞の中に入っても、外国に行っても、結局同じ声が聞こえてきたという回答が圧倒的でありますから、もう人工衛星まで使って地球的規模で行えるのがこの音声送信被害と捉えることができるわけであります。さらには自分が行っていることに注釈を加えてくる、何かしていることを見ていないと言えないようなことを言ってくるだけではなくて、いちいち注釈を加えてくるというのが、非常にたちが悪いわけであります。場合によっては先を読んで言ってくるということがありますと、それをできなくなってしまうわけですね。ですから行動を抑止することもできるわけであります。そういう訴えも多々聞かれるわけであります。その声もいろんな内容がありまして、割と親しげなケースで、話しかけてくることもありますし、笑わせてくることもあったりするわけで、あるいは、正しいことを言ってくるというケースもあるわけであります。しかも2つに分かれて、一方は攻撃してくる方、一方は味方してくる方、2つに分かれてやってくるというようなケースもあるわけで、どちらにしても誠はないわけでありますけれども、うっかりその声に依存してしまうと、逆にその声が途切れた場合に何にもできない自分を発見したりするわけであります。私は映像送信でこの状態に陥ったことがあります。映像送信で、頭の中に映像が送り込まれて、そしていろいろその映像に従って動いたりしたわけでありますけれども、ふとそれが途切れると全く動けなくなった自分を発見したということがあります。ですからこんなものに依存してしまうと、それが途切れたら何もできない自分を発見するだけであります。この技術は、インハンステクノロジー、人間を強化するテクノロジーの一端として開発されていることが考えられるわけでありますけれども、そんなものに依存してしまうと、もうそれが途切れたらもう廃人の群れと一緒と考えられます。インハンスイコール廃人、そういう技術が今開発されていると捉えることができるわけであります。またトイレ、風呂の様子を実況中継されるということから、電気を消して入ったり水を着てお風呂に入られたりする方もいらっしゃるわけであります。当然仕事には集中できない、また睡眠妨害の原因にもなっていると、こんな状況に声被害者の場合は置かれるわけであります。このような状況を技術的にテクノロジー犯罪として我々は捉えているわけでありますから、どのような技術がなければならないかということでありますけれども、まず誰の声でも作ることができる音声合成技術がなければならない。私の声や会員の声も自由自在に作ることができる音声合成技術がなければならない。そしてその声を
無線である特定個人の頭の中に送り込む無線送信技術がなければならない。さらには声の主と会話ができるわけでありますから、人間の思考を読んで、そして、外部のコンピューターと結びつけるブレインマシンインターフェース、人間の脳とマシン、ブレインコンピューターインターフェースという言葉もありますけれども、そのような技術がなければできないことであります。五感が読めるということでありますから、五感センサー、行っていることに注釈を加えてくるわけでありますから、その行動を絶えず把握して、そして監視とともに把握して、そしてその把握した内容にそれなりに加工を加えて送り返す、そういう人工知能も働いていなければできないと考えられます。考えたことに対して声が答えてくるわけでありますから、思考を解読する技術と、そして、その思考を読んでそれをまた判断して送り返す人工頭脳と無線送信技術がなければできない、犯罪であります。そのような技術が背景とあってできると考えられるわけであります。実際そのような技術開発が行われていたのかということを、被害者の立場としては、追及していかなければならないわけであります。そして被害者間で、一番、これが、多く論じられているのが、アラン・フレイのマイクロ波聴覚効果というものであります。1962年60年代初頭に発表されたわけでありますけれども、アラン・フレイはシールドルームに被験者を座らせて、その背後からマイクロ波パルスを照射するわけであります。それは電磁波エネルギーと音響エネルギー両方を重ね合わせるように設定したということでありますけれども、半送波と変調波、そういったものもいろいろ工夫して行うわけであります。その結果6メートルから9メートル離れた人の頭の中、あるいは頭の後ろで音を知覚することができたという実験が報告されたわけであります。これが大事な点は、耳の聞こえない人、聴覚機能を失って阻害されている方も聞こえたということでありますから、通常の聴覚神経とは別な形で聞くことができる方法があるんだということが分かったわけであります。それを軍事的に、大変興味を持たれたということなわけでありますけれども、その音だけではなくて、先ほど、疑似疾病とか、痛みを感じる被害の中にありましためまいや吐き気、あるいはピンや針で刺された感覚、頭を強く打たれる感覚、そういう、症状も条件設定が異なる発信機では、引き起こすことができたということでありますので、音だけではなく多少のこの疑似疾病、また痛み攻撃も行うことができる装置であったということであります。ですから装置をコンパクトにすればそのような兵器に作り変えることができるという可能性が出てくるわけであります。そういった技術が大変軍事的に使えるということで、軍事的に開発が進められていたという話が聞かれたわけでありますけれども、2006年になりましてようやく米国陸軍省が実際にそのマイクロ波聴覚効果を推進していたという資料が情報公開されたわけであります。特定の非殺傷兵器による生体効果というこの中にそのマイクロ波パルス、アラン・フレイの効果を実際に実験をして、そして1個から10個の単語を伝達することに成功したと。そしてそのそばに置かれているマイクロフォンにはそれは声は拾うことができなかったと、極めてピンポイントでそれを行うことができたということを言っているわけであります。しかも既存のレーダー設備で行うことができ、ある特定の個人に照射する照射機能入手も可能であるということも言っているわけであります。その有効射程距離が100メートル、数百メートルということで、あるタイプの信号は持ち運べる機器にして近距離から送信可能であるということが明らかにされたわけであります。このように米国陸軍省がようやくフレイ効果を追試してそれが可能であることを認めた。しかも既存の設備でできるということは重要なポイントであります。そしてどこよりもこの米国陸軍省が
公にしてくれたことがありがたいわけで、この米国陸軍省に対してそんな論文とんでもない、早く撤回しろと迫れるところはないと考えられますので、これによって音声送信被害を生じさせる技術が、その存在が証明されたと私どもは捉えているわけであります。そのような技術が存在をするということ、ただしそれによってはこの音声送信被害者が行われていると、被害が発生をしていると証明することはできないわけでありますけれども、要は一方的にそれは精神的問題なんだと片付けられる段階は去ったとお考えいただきたいと思うわけであります。そういう技術が存在をし、ひょっとしたらその技術によって行われている可能性がこれで出てきたわけであります。そういう意味で大変貴重な資料が米国陸軍省の方から出されたわけであります。その資料の中になんと頭の中に声が聞こえると心理的な衝撃を受ける可能性があるとか、そういうことを知らない人に行いますと破壊的な状態に陥れられるかもしれないということも忠告をしているわけであります。まさに音声送信被害者がそのような状況になっているわけでありますから、それを証明をしているわけであります。そのような文章での情報公開がなされた後に、ようやく今度はそのマイクロ波聴覚効果を使いました武器が、紹介をされました。暴徒過熱化を防ぐための非殺傷兵器ということで、このマイクロ波聴覚効果を使いまして、その照射内に入った人間の頭に大変な音を知覚させるんだと思います。それで暴徒を売っ払うという兵器、メデューサという非殺傷兵器であります。この兵器を作ったシエラネバダの社の、サドビニック博士は、低出力で利用しますとサブリミナル効果も可能とするということをおっしゃっているわけで、まさにこのサブリミナル効果が先ほどの脳の侵入の中で、無音で行われるイメージの挿入という形で使われる可能性もあるわけであります。ですからこのように、暴徒を鎮圧するために作られましたので、こんなごっつい形をしておりますけれども、ある特定個人を狙うとしたらもっともっとコンパクトに、できておかしくはないわけであります。それとともに、紹介をされているのがアクティブデナイアルシステム、先ほどの証言された方の話の中にも出てまいりました ADS、これは熱を生じさせる装置であります。非殺傷兵器であります。射程距離1キロということで95ギガヘルツの電磁波が使われているということで、ただし皮膚の表面から 0.4 ミリ程度までしか到達しないということで、やけど症状は発生することがあるらしいですけれども、その程度だということで非殺傷兵器ということであります。このように電磁波兵器あるいはマイクロ波兵器というものが、紹介をされるようになってきているわけであります。そしてそのような武器が本当に相談するんだということを別の方も発言をしてくれるようになっているわけであります。先ほど紹介いたしましたカール・クラークさん、 CIA やイスラエルのモサドで諜報部員として活動された方も証言をしてくれております。カール・クラークさんは軍事研究の枠内であるけれどもという断りを入れてますけれども、ターゲットの行動についてコメントする音声がターゲットにのみ送信されますと、そういうことが行えると。そしてご自身、朝起きると、起きて誰かを傷つけなさいという声を聞いたというような証言もされているわけであります。そしてこの高中低周波を用いた武器に関しましては、恐れや攻撃性神経過敏健忘症を誘発できると。そして、他との組み合わせで精神異常に追いやることができ、またラジオからターゲットの名前が聞こえてきたり、ですから電気製品から音声が聞こえてくるという被害を演出することができると。またコンピューター上に名前を何度も表示させるということもできると、そのようなことをおっしゃっているわけであります。
そして先ほど触れましたマイクロ波兵器をもう16年前に諜報活動の一環としては通常使われるようになっていたと証言されているわけであります。そのマイクロ波兵器で行えることが、熱の誘発、体内焼き付け感、痛み、吐き気、恐れ、攻撃性、神経過敏、健忘症、精神疾患、このようなものを誘発できるとおっしゃっているわけであります。ですから、カール・クラークさんの証言したレーダーの使用、そしてマイクロ波兵器が現実に存在をしてもう16年前には使われていたという証言は極めて大事になってくるわけであります。そして同じように証言をしてくれた方がバリー・トロワーさんであります。この方は元英国海軍に所属されてマイクロ波の研究に携わった方で、各国のそのマイクロ波兵器の進捗状況も確認できる方であったわけであります。この方が6年前に証言をしてくれているわけでありますけれども、このマイクロ波による人体攻撃、どのようなことが可能かというと、精神疾患を誘発できますと。そしてそれは人為なのか自然なのかわからないように誘発できますと。がんも誘発できて、それは進捗状況まで操作できますと。心臓発作、性的興奮も誘発できて、さまざまな病気も誘発できますと。そして英国政府はそのマイクロ波シックネスという形でマイクロウェーブを使ってどのような病気を誘発できるか、そういったリストを所持していると。ただしそれは軍や軍事産業、産業界の利益に影響するから記されなければならないという文章も所持しているとおっしゃっているわけであります。一方ではそれほどマイクロ波の生態効果が明確になっていながら、それを記さなければならないという文章も両方持っているということでありますから、大変なことであります。そしてさらにもう1976年には何の証明も必要がないぐらいそのマイクロ波の生態効果は明らかになっていましたということも言ってくれているわけであります。今からちょうどもう40年前にその効果が明らかになっていたわけでありますけれども、英国政府だけではなくアメリカ国防情報局が西側政府に比するように促したと、それに西側政府が従ったということも証言をされているわけであります。ですから日本も同じようにこの技術を開発してそれを比しているということが大いに考えられるわけであります。しかもインフォームドコンセントをせずに人体実験をしていたと、それを示す文書もバリー・トロワさんは所持しているとおっしゃっているわけであります。このテクノロジー犯罪被害者で長期その被害を受けられている方はインフォームドコンセントがなされない、人体実験の対象者になっている可能性が大いに出てくるわけであります。そしてそのようにアメリカやイギリスでは証言をしてくれる方が出てきているわけでありますけれども、残念ながら日本では明確にそのようなことを語ってくれる専門家が出てきていないわけであります。そういう中で一つポケットモンスター事件がこの電磁波問題に関しましては、一般の国民が知ることになった問題でありますから、紹介をしておこうと思います。1997年ですから当 NPO 任意団体として設立する、一月ほど前であります。ポケットモンスターを見ていた、子どもたちが激しい赤い光の点滅に刺激されて、そして約750名もの子どもたちが救急搬送された事件であります。これは、赤い激しい光過敏性発作を誘発したということで、事件ではなく事故として処理されたわけであります。しかしこのポケットモンスター事件は先ほどの米国陸軍省が情報公開したマイクロ波の生態効果の資料の中にも言及されておりますし、今回皆様の資料に入れました心にファイアウォールはないという後ほど触れる資料にもこのポケットモンスター事件が言及をされておりまして、軍事関係者は関心を持った事例だと考えられます。そしてこのポケットモンスターの赤い
点滅 16Hz 弱であったということが確認されているようでありますけれども、昔からストロボフラッシュ現象というものが明らかになっていて、写真のフラッシュを浴びますと転換症状を起こす人がいたということで、そのような効果を引き起こすということが分かっていたようであります。米国陸軍省の情報公開の中では 15Hz がその光過敏性発作を誘発する周波数であると謳っているわけであります。一方 16Hz が最もその激しい光過敏性発作を誘発すると主張される学者の方もいらっしゃるわけであります。1Hz の違いがありますけれども、そのような症状を引き起こすと。ですからあれは故意ではなくたまたまそういう周波数になったということで処理されたわけでありますけれども、あれを故意に使用される恐れもあるわけで、あの時点でそういった故意の悪用を認識をして多くの国民が知ることになったわけでありますから、光の点滅、それも電磁波の一種でありますので、その危険性を考慮してその悪用を防ぐ法ができていてもおかしくはなかったわけであります。残念ながら日本ではそのようなものができずに、2001年ロシアで光、マイクロ波、超低周波、超音波を武器に相当することを認める法が成立したわけであります。日本はそれに先立って法を作っていてもおかしくはなかったと考えられるわけであります。そのように人を攻撃する方法があるということが分かってきたわけでありますけれども、テクノロジー犯罪の被害のところで説明いたしましたように、三翼操作とか、あるいは生理操作とか感情操作とか身体職業の操作とか、まさにコントロールされる操り人形のようにコントロールされる技術、そういう技術開発がなければ今のテクノロジー犯罪被害はないと考えられるわけであります。ですからカール・クラーさんが証言してくれた、マイクロ波兵器の存在はありがたいわけでありますけれども、一時的にそういう症状を起こすのではなく、コントロールできるそういう技術がなければこのテクノロジー犯罪を説明できないということになるわけであります。そこでそのようなコントロールする技術を開発していた歴史もたどっていかなければ私どもも被害者の会はならないわけであります。そこで多くのこの被害者の方々が認めているのがホセ・デルガド博士のフィジカルコントロール・オブ・ザ・マインドであります。心の物理的操作ということで1969年に発行したわけでありますけれども、エール大学でデルガド博士は動物実験を繰り返したわけであります。チンパンジーや猫の脳に電極を装着するわけであります。脳に電極を装着しても長期生きていられるらしいです。そして脳のいろんな箇所に電極を装着して電気刺激をしてその変化を見ていったわけであります。繰り返しその電気刺激をしてその観察をしていった結果として、例えば猿でしたらその猿の脳の視床下部を電気刺激すると瞳孔の収縮操作が起こりました収縮が起こりましたと。猫の右運動指数を電気刺激しますと左足を上げました。猿の側頭葉を電気刺激すると口を開きました。腕を動かしましたと。猿の脳外を電気刺激すると平衡感覚を失いました。右回りに回転しました。猿の骨格を電気刺激すると2本足で歩きました。さらに3ミリ離れた別の骨格の別の部位を電気刺激するとあくびを誘発しました。そのような形で脳の各所を電気刺激してその変化を見ていったわけであります。その結果としてデルガド博士は機械仕掛けのおもちゃのように見えるまでその操作性を高めていったわけであります。この実験チンパンジーや猫でありますけれども、それが全く人間に適用できないとは断言できないわけであります。しかしデルガド博士は動物実験でありましたから、堂々とフィジカルコントロール・オブ・ザ・マインドという本を書いて出版できたわけでありますけれども、このテクノロジー犯罪被害を
ここまでの完成度を高めるためには、もうこの時代から人間対象の人体実験が行われていなければ、できない犯罪被害と考えられるわけであります。しかしそれは人体実験ということになりますと、そうは発表できないということになるわけであります。一つデルガド博士は人間に対する治療と、実験としてスティムシーバーの治療方法を紹介をしております。転換患者や行動障害の患者、その方々の脳に電極を装着いたしまして、そして脳波を病院内でしたらどこでもディスプレイ化できるように工夫をしたわけであります。そして、転換症状や、行動障害の異常波が現れますと、それを矯正するために電波を飛ばして、そして電極で受けて電気信号に変えて、その矯正する脳の部位を電気刺激して正常に戻すというのがスティムシーバーという治療方法であります。ここに脳波センシング、バイオテレメトリーという言葉も使いますけれども、脳波をセンシングできる技術の基本形があると考えられるわけであります。この場合は病院内だけという話でありましたけれども、それがもっともっと広い範囲で、センシングできておかしくはないわけであります。1980年代には人工衛星を経由して脳波センシングができるようになっていたという資料も読んだこともございます。そのような形で、国境を越えて人間の脳波をセンシングできる時代になっていると考えられるわけであります。このような人間バージョン、デルガド博士が動物実験でしたような人間の実験バージョンがなければ、今のテクノロジー犯罪は説明できないわけであります。一体そのような研究が本当にあったのかということで、私どもも突き詰めていかなけ、追求していかなければならないわけでありますけれども、そういう中でこのサイバネティクス学者たちという本を発見することができたわけであります。サイバネティクス、サイバーと翻訳できますけれども、1947年終戦直後にプリンストンで学者たちによって作られた言葉だそうであります。人間の脳、そして生物的システムと外部のコンピューターを連結して両者のコミュニケーションとともにコントロールする技術という、それをサイバーという言葉で、表すようにしたということであります。それを衝動したのがノーバート・ユナーという大変な学者であります。この方は脳を電子回路と見立てた機械論的、お考えをお持ちの方だったということであります。このような大学者をして脳を電子回路と見立てることができると確信を持たせたということは、もうそれ以前に大変な研究結果がなければ、それはできないことであろうと考えられます。ですからそれ以前にもう脳を電子回路と見立てることができるという、実験結果が存在をしていなければならないというわけであります。そして、この脳が電子回路ということでありますから、それはコントロールできるという発想につながるわけで、そして当時台頭していた、コンピューター技術、そういった、専門家のジョン・フォン・ノイマンなどが一体となりまして、その開発を進めていったようであります。そして神経細胞の電気的特質とか、脳神経を研究されたマカラックという人もそれに加わっていたということであります。そしてこのマカラックって方がエール大学でデルガド博士の先輩格にあたるわけで、1920年代にもうそのような研究をされてたということでありますから、そういう背景があってデルガド博士も存在をしているということが言えると思うわけであります。そしてこのような方々がまさに人間対象の実験を行っていた可能性があるわけであります。ただこういったものが軍事的に大変使えるということで、軍事研究の枠内で進められることになるわけでありますけれども、この基本としては、もうブレインマシンインターフェース、人間の脳と外部のコンピューターを無線でつなぐ技術がその開発であります。そのためには脳を徹底的に究明していくこと、そしてコンピューターを精度を高めて人工頭脳の段階に持っていくこと、そして両者を結ぶ通信技術、そういったものが一体とならなければ完成しない技術であります。デルガド博士が
動物の脳に電極を装着した、そういった電極、脳にできるだけ近くに電極があればあるほどコントロールは、非常に微妙にできるようになると考えられるわけで、その電極もどんどん小さくなってマイクロ化、ナノ化していておかしくはないわけであります。そのような技術の開発があって、背景にあって人間コントロール技術と発展していることが考えられるようになったわけであります。ちなみにこれは大変お恥ずかしい話でありますけれども、私の親知らずにインプラントされていたという、その歯であります。上の親知らずでありますから、もう全く気がつかずに長期いたわけでありますけれども、たまたまその歯の中にある金属がこのテクノロジー犯罪に原因しているんではないかと考えて、もうその金属を全部取ろうということで歯医者さんに行ったわけであります。ですから金属を金属でないものにノンメタルに変えるわけでありますから、まず歯の全体のレントゲンを取って、こことこことここに金属がありますよというものを確認してもらったわけであります。そうしますと、なんと親知らずに金属が入ってますねということになったわけで、そんなところを治療した覚えがないわけであります。それがあったということは、私の意思に反して、装着されていたと考えられるわけであります。ようやくその行われた場所を今、おそらくここだろうと分かったのは、広島勤務時代に1泊だけ地元の県立病院に入院したことがありますけれども、その晩しか考えられない。親知らずを治療するにはよっぽど大きな口を開けて設備が整っていないとできないわけでありますので、そういった場所を考えますと、その一晩しかないということであります。そのようなものが発見されたわけでありますけれども、要は今はインプラントはもっともっともナノの世界でありますから、全くお恥ずかしい話でありますけれども、要はもう人の体を自由自在に、いじくり回すのがこの犯罪主体であるということをご理解いただきたいと思うわけであります。そんなインプラントもあってかどうかは分かりませんけれども、とにかく人の脳まで影響できるレベルに発展していることは先ほどお話をしたわけであります。どんな具合に影響を及ぼすことができるのかということでありますけれども、私の経験で申し訳ないんですけれども、イギリスにいる頃経験したのは、電子が原子の周りをぐるぐる回るように、私の周囲を、その電子がぐるぐる回った感覚が生じたわけであります。ちょうど昼食中で、ご飯を食べながら考え事していたわけでありますけれども、そのような症状が発生して、そしてもう思考が促進されて、そしてその私の思考で考えた判断が導き出されてきたというようなケースであります。脳スキャン技術というものが存在するのかなと思ったようなケースであります。そして帰国して今度は日本で別の方法で同じような脳への影響を経験したわけであります。これは人間対象テンペストと言えるような方法で、寝ている時でありましたけれども、私の頭に情報をインプットして、そして、回転させる方法もあるようで、回転させますと、入力された情報がその私の頭で、結論が出てくるわけであります。その結論を抜き取るというような技術もまたあるようで、人間テンペストというような経験をしたわけであります。ですから人の頭などを勝手に使ってシミュレーションできる技術が日本では存在していると、そのように考えております。そこまで今技術は発展をしていると考えているわけでありますけれども、一体このような技術最も求めているのはどこかということになりますと、やはり何といっても軍部であります。軍は各国の動きを詳細に把握して、いつでも、適切に対応できるように備えていなければならないわけであります。ですから情報収集技術が最も求められる技術であります。その情報収集は人工衛星を用いて映像的に、捉えるということはもちろんでありますけれども、部屋の中に入ったり建物の中に入ったら見えないわけでありますから、その中まで見えて盗聴できることが望まれるわけであります。
さらには指導者が考えていることまで読めて、こっちの思うようにその指導者を動かせれば最高の情報収集技術となるわけであります。それがマインドコントロール技術と考えられるわけであります。ですから、軍事的に最も求められている情報収集技術でも最たる、その中でもさらに重要なのがこのマインドコントロール技術の開発であろうと考えられるわけであります。ところがそのマインドコントロール技術の開発をするには相手が人間でありますから、人間を対象にした研究をしなければ、人体実験をしなければ完成しない技術であります。しかもいろんな人に試して誰に対しても使えるようにならなければならない。ですから幅広い人に人体実験を行わなければならない。さらにはもう究極まで追い込んだ情報が貴重であります。自殺まで追い込む、そういう情報が求められるわけであります。そしてある程度のものが完成いたしますと、それを値踏みしなければなりませんから、それを実際に使えるものか使ってみて、値踏みをしなければならない。そのために人体実験が必要であります。そして導入をしましたら、それを使う方法を勉強しなければなりませんから、そのためにも人体実験が必要であります。さらには AI が使われて、人工知能が使われていると思われますので、今度は人工知能が自分のその機能を高めるために自動的に稼働して人体実験を徹底的に行って、その機能を高めているということも想定しなきゃならない段階に達していると思われるわけであります。ですからどの場面でも人体実験が不可欠なのがブレインマシンインターフェースの開発と考えられるわけであります。しかし人体実験をしているなんてことが分かりますと、それが研究ができなくなりますから、徹底的な情報操作が行われてきたと考えられます。被害者をとことん追い込んで発狂させて、とても近づけないようなそういう演出をしたり、理解しがたいことはもう宇宙人のやることだという UFO 現象にすり替えたり、精神病であるかのように持っていくのは今行われていることであります。あるいはオウム真理教のようなところに関心を持たせて、そのような特殊集団が関心を持つのがこのマインドコントロール技術なんだという方向づけもできるわけであります。そして徹底的な報道管制によって一般認識との大変な格差が生じてしまっていると考えることができるわけであります。しかしこのサイバネティクス技術は、人間コントロール技術であり、軍事技術でありますから、守秘義務の中でなければならない。国家の守秘義務の中でも、情報収集技術が軍事的に最も重要な技術となりますと、国家の最高の頭脳を投入して開発するわけであります。しかし、その国家の最高の頭脳を投入いたしましても、いたしますので、本来科学技術の本流であるということで皆様認識していなければならないわけでありますけれども、人体実験が不可欠でありますから、それを公にできない、守秘義務の中に置かなければならない、それに、役に立つのが特定秘密保護法という形になる可能性が考えられるようになったわけであります。ですからこのサイバネティクス技術、この技術の今のレベルというものが、まさに被害者の皆様が証言しているのが現代のサイバネティクス技術のレベルであるということが言えるようになってくるわけで、このサイバネティクス技術を掌握して悪用している輩がテクノロジー犯罪したいという捉え方ができるようになるわけであります。それを裏付けるように米国戦争大学、陸軍戦争大学の機関誌パラミーターズに1998年ですから当 NPO が設立された直後であります。心にファイアウォールはないという、記事を論文をこの、軍人でありますティモシー・トーマスさんが、掲載を書いたわけでありますけれども、ノーバート・ウィナーは脳が電子回路と見立てることができると言ったわけでありますけれども、この中では脳だけではないんですよと、心臓も末梢神経系の科学電気的活性もその他ここに書かれていることごとも
すべてコンピューターのデータプロセッサーのように機能しているんですよということを前提といたしまして、今その身体に備わっているこのようなデータプロセッサーを操作したり弱体化させる時代に足も踏み入れようとしているんですよと言っているわけであります。そして情報戦争、そのようなことでありますから、情報戦争の理論を変えなければなりませんと、武器に IC 機能、インターネットなどが使われて情報通信が行われたりするわけでありますけれども、そういったものに的を絞った情報戦争の時代から、もう人間に備わっているデータプロセッサーの機能、それを攻撃する、そういう情報戦争の時代に考え方を変更しなければなりませんよというのがこの論文であります。そしてそのようなものが実際に存在をしていると言っているわけであります。ソビエトのソレンツェフ博士は、人間は閉ざされたシステムではなく、オープンシステムだと、開かれたシステムとして存在はし、外部の電磁的重力、音響、そういったものを物理的環境から影響を受け、それが精神生理学的な状況変化を引き起こすと、そういったものに対してコンピューターはファイアウォールが考えられて、守られているけども、人間はそのファイアウォールに相当するものが設けられていない、全く裸のままさらけ出されているんですよということを言っているわけであります。そしてさらにロシアの軍事文献では、人類は心と体に的を絞ったサイコロトロニクス戦争、精神工学戦争の勃発の期に瀕していると。そしてそのような、新しい保有兵器ということでありますから、もう保有していると、人間を無能力にするために使用することができると、そのように述べているわけです。これによりましてテクノロジー犯罪を可能にする武器の存在が証明されたと私どもは捉えているわけであります。一方、テッド・ガンダーソンさんは、ギャングストーキングエシロンプログラムが使われている。エシロンというのは通信傍受システムでありましたけれども、単なる一般的な通信傍受だけではなく、人間の通信機能にも影響を及ぼしていることも想定せざるを得なくなったということが言えるわけであります。このような時代になることを日本では36年前に増田米次さんが警鐘をしておりました。The Information Society の中で、国境を越えて人間の脳をコンピューターにつなぐことが可能になる、コンピューターの先端的な利用の危険性について、人々がこのような神経学的通信システムを学習せずに、その用途への影響を掌握すれば、新しい種類の先制君主が出現する恐れがあると、このように警鐘されていたわけであります。ですからこれが1980年であります。バリー・トゥロワさんは1976年にはもう何の証明もいらないぐらい、そのマイクロ波の効果が明らかになっていたということで、一部の人間はそれを認識していたということであります。それがずっと閉ざされたまま今日に及んでいるということが言えるわけであります。そして、長期にわたりまして、悪用されてきた、そういった実態を私ども被害者が訴え続けているということになるわけであります。以上を考慮いたしまして、このテクノロジー犯罪死体とその恩恵に臆する輩の図をまた書いてみました。世界の国家レベルのクライアント、また世界の民間レベルのクライアントというものが、日本は敗戦国でありますから相当力を持っていると考えられます。そういうものが日本のこの、政府なども形作ってきたと考えられますので、その意思から反した体制というのは作れない状況にあると考えられます。ですからその範疇の中で遊ばざるを得ない状況にさせられていると思えるものがあるわけであります。それで、そうは言っても、一生国家という体裁は整えているわけでありますけれども、のでこのテクノロジー犯罪に使われている技術につきましては、もう国家レベルではどこも認識していると考えられます。ですから防衛省も警察も認識していなければならないわけでありますけれども、そのようなものを使って開発するための人体実験を行わなければならないということもありまして、その人体実験の対象とされた
被害者も存在をすると思いますし、もうその人体実験を超えて、実用段階に入っている、そのための被害者もいらっしゃると考えられるわけであります。そして嫌がらせ犯罪実行部隊などと一体となってこれが行われているということが考えられるようになってきているわけであります。そしてこのテクノロジー犯罪、嫌がらせ犯罪、その利用者と請負人との関係、このように書いてみましたけれども、非された形の国家意思というものがありましたら、それは指令として出てきて、諜報機関あるいは軍や公安などがそれを請け負うという形になるんでしょうけれども、そういったところが動きますと分かってしまいますので、また別のそういった専門家が実行部隊を組織して行わせているということも想定できるわけであります。国家以外の意思でしたら金でそのようなものを行っているということも考えられるわけであります。また外国からの意思も大いに入ってきて行われているということも考えられるわけであります。先ほど紹介した図も書けるわけであります。そしてこのようなテクノロジー犯罪、嫌がらせ犯罪を認識して、それを知っている輩でそれを使える輩、またその恩恵に良くする輩がこれを徹底的に使って知っていても使わない人、全く知らないおびただしい数の国民に対しているという図が描けるようになったわけであります。そしてこの知っている輩、その恩恵に良くする輩が今国体を形作っていることも考えられるわけであります。それが国際的な連携をとって、そして世界の全く知らない人々に対しているという図も描けるようになってくるわけであります。そして高度情報化時代の兵器と戦争というもの、それはマイクロ波兵器を使い、サイバネティクス兵器を使い、サイコトロニクス兵器を使う、そういう戦争の時代になるということであります。さらに地球物理学兵器も出てくるわけであります。先ほどこれだけは説明を外しましたけれども、地球環境、地球物理学兵器でありますから、環境も含めて洪水、竜巻、嵐、地震でさえプログラムできるような、そういった地球物理学兵器も加わって、これは巨大災害を引き起こすことができるわけでありますけれども、そういうものも伴った戦争が高度情報化時代の戦争と捉えることができるわけであります。その戦争は全く見えない媒体を使って遠隔から国境を越えて行うことができる、そのような戦争であります。一方、一般国民には全く知らされていないものであります。ですからそのような高度情報化時代の戦争というものは、宣戦布告なんか全く必要なく進められ、終戦宣言も当然必要のない戦争として進めることができるわけであります。そして100年後、200年後、あるいは1000年後になるかも分かりませんけれども、あの時代が第3次世界大戦だったのだと評されるような戦争が遂行できるのが、この高度情報化時代の兵器と考えられるわけであります。そのようなことから、この高度情報化時代の戦争に絶対に必要なもの、それが守秘義務であります。それは特定秘密保護法と捉えることができるわけであります。ですから私どもはその特定秘密保護法に反対するデモ行進を実施したというわけで、これは正しい行動であったと今も認識をしているわけであります。このように捉えてまいりますと、日本はこの高度情報化時代の戦争を受け入れる体制がもう整っていると、それを受け入れる組織も存在をしていると、その組織が手足として使われて進められているのが、次元が違う第3次世界大戦であると捉えることができるわけであります。日本は過去の鉄を再び犯そうとしているように見えてくるわけであります。そのように、当 NPO テクノロジー犯罪被害ネットワークといたしましては、テクノロジー犯罪を究明してまいりますと結論に達しざるを得ないものがあるわけで、それに対するには何よりも知ることである高度情報化時代、その武器というもの、戦争というものを認識しなければならないわけで、それがどういうものか、問題点をよく認識して、さらには世界の理性の結束を図って代替ビジョンを提示していくことが大事であると、この結論は昨年も同じでありました。
とにかく知ることが大事であります。ですからこの知ることによりましてこの問題を打破していかなければならない問題で、もうこれは私ども被害者だけの問題ではないということになるわけであります。国民全体の問題であり、地球人民全体の問題になっているという結論に到達してきたわけであります。ですからこの高度情報化時代というものを何としても超えなければならない大変な創造の時代に入っていると、そういう結論にこの18年間の調査の結果達したことをお知らせいたしまして、この第3部テクノロジー犯罪の実態につきます説明を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。